さんこんにちは。スティーブ的視点のスティーブです。普段はね、特別な車、旧車、スーパーカー、ハイパーカーなどのすごい特別な車の、紹介をさせて、もらってることが、多いかな。多いと思うんですが、今日は普通の車かな。普通というか、ファミリー用の家族連れの用のスティーブは愛用しているの、愛車かな。紹介したことない。普段は乗らないんだけど、すごい乗りやすい、燃費のいい、可愛い、すごい気に入りのマツダ CX5 です。そうですよ、CX5。紹介したことないんですが、普段も自分は BM の M4 は普段乗ってるんだけど、昔から結構なんだかんだこの間思い出してみたんだけど、結構ねマツダの車は多いなと思う。スティーブにはね、いつも日産、トヨタなどの比較などをよくねやってるんだけど、よく思い出してみるとね、マツダの車結構多いですね、スティーブには。いやー、これはね2017年式かな。というのは多分これ乗ってから1年ちょっとかなって、この CX5 は。ただこの前にも CX5 は少なくても、この間思い出してみたらね、少なくても2台があったのかな。白いやつが1台で、もう1台が赤にしたのはね、いつも白と黒の車ばっかりだったんだけど、それまではね。で、赤にしてみようかなと思って、すぐ飽きちゃったね。すぐ飽きた。箱スカーが赤って言ってながらね。でも、マツダの CX5 の新車は赤っていうのは、長くね、持たなかったね。もともと、力のない車。目的はね、スピードとかそれじゃないんだけど、このスイッチをスポーツモードにすると、スポーツモードにすると意外とね速いんだよ。全然車が違うんだよね。でもスポーツモードを解除すると元のノーマル車にドノーマルに戻る。車好きな人ならスポーツモードしかない。こういう普通の乗用車、普通の一般のこういう家族用の車にでもスポーツモードあると楽しく運転できる。でもね、思い出してみたら、まずマツダといえば2001、2年に MX5 ロードスターを初めて買いましたね。黒にベージタンのツートンのロードスターがあって、ちょっと乗ってから飽きちゃって手放した。で、その次はやっぱりマツダはね、日本にいて初めてマツダのプレマシーのそのちょっとワンボックスタイプのああいうバンみたいなやつを初めて見たら、これかっこいいなと思って、やっぱりね、どんなにファミリー用の車だとしてもちょっとでもかっこいいやつが欲しいよね。なのでプレマシーをめちゃくちゃ気に入って、アメリカにもう帰ってきてプレマシーを買っちゃいました。ただしアメリカではプレマシーという名前を使ってません。マツダ5という名前で売ってましたよね。ですごいね、その時はね、あんまり人気なかったと思うよね、アメリカでは。俺以外に、スティーブ以外はあんまり走ってるところ、その姿をあんまり見てないんだよね。2年ちょいかな、乗ってから CX5、初 CX5 白で、その次の赤の CX5 で、最後にこの CX5。結構マツダ持ってたもんね。まだあるのマツダの中で一番のマツダはスポーツ系だよ。スポーツ系 RX7 だね。この RX7 は懐かしいよな。アーリー・アメミヤさん、その神様ね、ロータリーの神様に初めてお会いしてインタビューさせていただいて、その時のアマちゃんのエネルギーがすごい映っちゃったっていうか、RX7 はすげえ車だよと。
RX7 はね素晴らしい車。もうディアブロとかもうフェラーリには勝つと、もう楽勝に片手運転でフェラーリでもランボルギーニにも勝つ、そこまでね自信持って言う神様のお言葉聞いて、アメリカに帰ってきてすぐ RX7 初 RX7 を買って、楽しい 2,3 年だったんだよね。その車ももういろんな改造してすごいかっこいい車に変えたんだよね。いやそれもちょっとね売ってしまったんだけど、このチャンネルの過去の動画に、いっぱいその RX7 のプロジェクトの動画がいっぱいあるので、よかったらぜひチェックしてみてね。いい車だったな。またいつかロータリー欲しいなと思うんだけど、毎日乗る車ではないよね。もう毎日乗るデイリードライバーというんだけど、毎日乗る車には、奥さんが乗る車には、まあ自分は今日はちょっと遠いところまで行く、人2人3人でもね乗せる、そういう時はね BM より CX5 ですね。やっぱりいい車ですよ。この内装がすごくいいよね。革シート、白い革に黒のコンビがおしゃれだなと思うんだよね。言っときますよ、子供とか小さな子供がいたら白はやめた方がいいかもね。間違いなく汚れちゃう、汚くなる。うちはねもう18歳だし、もう子供じゃないし、車の中を飲み物とか食べ物は一切、小さい時からでもね、うちはねちょっと変わってるかもしれないんだけど、食べてはいけない、飲んではいけない、そういうゴミなんか汚してはいけない。若い時からちゃんとインプットすると、子供が車好きな子が覚えちゃうんだよね。本人も18歳になって自分の車の中では食べることなんてない。車の中ではねあんまり食べないな。自分はね落ちたりあれしたりするともう嫌だよね。人はそれぞれなんだけど、とりあえず白が大人になってから白にした方がいいかもしれないな。さらにこの2017年式から良くなったのは、ほらミラーをサイドミラー見て、車がほら黄色く今ついたんだよね。車がその横にあるよっていうのはこの年式からついたのかな。もう一個前からがあったのかははっきり覚えてないんだけど、便利なものですよね。本当にこれがあると気に入りのオプションですよね。あとはねナビ、これはアメリカですから日本のナビとまた違うんだけど、普通車、こういうノーマルな車には十分なナビですね。さらにすごいことがある。やっぱり日本で作られてるのかな。広島メイドイン広島ジャパンで 100% 日本で作られてるから、こういうことがすごい気に入りですよ。やっぱりね一人で運転している時も、たまに2人3人の時も音楽聴くのが大好きですよね。でもスティーブの好きな音楽はやっぱりもう笑わないでね。最近この曲に気に入ってる。演歌が流れるっていうのは珍しくないんだけど、アメリカでもう市販されている車に漢字が出てくる。自分の iPod をつないで漢字がここに出てくるのはさすがに日本で作られたもうマツダだな。以前ねインフィニティ、スカイラインですよね。多分こっちの G の 37S も持ってたんだけど、その車もねびっくりしたんだけど、日本車なのになんで日本語が出てこない。日本語が出てこないとどの演歌なのかってどうやってわかるの？わかんないよね。歌えないよね。練習にもならないし。これが日本語がバッチリ日本語が表記されるから、このところでこの曲はいいよね。そばにいて少しでも話を聞いて、今日はそういうテーマじゃないんだけど、とにかくマイマツダ、マイ CX5、以前マイマツダ5プレマシー、マイ宮田 MX5 ですね、ロードスターもと特に RX7 がすごい気に入りの車の、マツダですね。いつも
日産派って言ってるスティーブはちょっと間違えてたかもしれないよな。日産に今まで所有してきた日産にも負けないぐらいの台数から考えるとマツダ乗ってることも多いからおすすめですよ。本当におすすめです。この間の東京オートサロン、ちょっと前の東京オートサロンで改造された CX5、 アメリカにディーゼルがないですよ。ガソリン車しかないんだけど、アメリカにある改造されてる CX5 はあんまりない。なのでいつかちょっといじったり、ちょっと車高上げるかな、ちょっと上げると可愛いよね。落とすこともあるんだけど、まあどうしようかな、いつかな。この車ももうちょっと見た目的にはかっこよく、今はノーマルだからね。ほら CX5 ここにもあるよ。白と黒のコンビ、ほら。これはマツダ同士よ、なんかあるのかな、サインが。まあサインを俺は詳しくないんだけど、なんかスバルとかいろいろあるんだけど、こうとかこうとかとかこうと、まあわかんない。とにかくこれは一番じゃない？みんなにややこしいああいうのはね、分かんなくても指一本でサムズアップで伝わるから。皆さんチャンネル登録してますか？よろしくお願いします。サムズアップね。ではまたよろしく。